健介様、朝です。起きてください。今日は健介隊を含む織田家総出の模擬演習の日です。早く準備しないといけませんよ。おはようございます。いえ、まだです。一緒に食べたいです。こちらをお使いください。いらっしゃいませ。二人ともおはよう。あんよ、適当に座っといて。あ、料理はお任せでいいよね。あんよ、じゃお茶でも飲んで待ってな。はい。日取りについてはかなり前から決まっておりましたが、先日正午から開始するという下知が長屋に届いておりました。おそらくは田楽狭間の後、戦力補充が難航していますし、なおかつ腐っても美の8000騎と謳われる強者揃いの美濃ですからね。負ければ後がない以上慎重になるのは当然かと。日夜も頃も美の調略に四苦八苦しているようで、なんだか申し訳ないです。さて、美濃のやり方と尾張のやり方は違うでしょうから、その問いにはお答えできかねますが、ただ健介隊は人数も少なく合戦向きの隊ではありません。友軍としての動きの研究、錬磨を軸に置くのがよろしいかと。今は特にお考えになる必要はないでしょう。演習では流れに沿って動くことになりますから。それにおそらく。お待たせ。
本日の一発屋おすすめ焼き魚定食お待ちの。焼き魚。いただきます。なんでしょう。あまり見られるのは恥ずかしいです。思い出したこと？とても美味しいです。尾張は良い。お魚がたくさん食べられます。川魚も美味しくはありますが、やはり海の幸は種類も豊富で様々な味が楽しめますから。美濃では新鮮な魚介類を口にできることは稀ですから、そこは不満でした。イオとコロに与えている指示のことでしょうか。お気遣い嬉しく思います。でも大丈夫。今の美濃の状況を鑑みれば、正直なところ織田が治めた方が民にとって良くなると踏んでいます。嫌ならば嫌と言います。ですが私は私なりにこれが最良だと考えているのです。だから大丈夫。いえ、とても嬉しい。そう私は感じています。心配をしてくれる人がいるんだというその事実が私を強くしてくれますから。ならば私もとお伝えしましょう。健介様は私にとってとてもとても大切なお方。
そのお方のためならばどのようなことにも耐えられるのです。私はこちらこそありがとうございますですよ。おー、ケンスケ。おはようちゃん。朝がけ満喫したからな。もう腹が減って腹が減って。演習に備えて腹ごしらえといったところかな。ワンコはまだ寝てるけど、赤ホロはちょっと鍛錬不足かもね。今日の演習でまた大目玉を食らいそうかも。それでもケロッとしてるんだから、あいつの図太さは真似できないよ、ほんと。で、ケンスケくんたちはもうごちそうさま？勉強ってなんでそんなのしてんだ？勉強なんて必要なし。仮にもホロシュ筆頭が力強く宣言することかな。ひな、ぶっちゃけ引いちゃうわ。なんだよ、別にいいだろ。僕はクオン様の馬回り、黒ホロシュ筆頭。勉強なんかより武を磨く方がよっぽど大切だ。何よ、戦術眼ぐらい持ってるに決まってるだろ。なんだよその言い方。さては信じてないな。そうかやっぱケンスケは僕のことよくわかってるな。おう、そうだな。キヨちゃん、僕いつものあ、ひなもね。あいよ。ケンスケくんも若菜のちょろさが分かってきたようだね。操縦が上手くなったよ。そこは同意するけどね。何のこと？何の話してんだよ。そうそう。なんだよそれ。褒めたって何も出ないぞ。あ、でもここはおごってやんよ。ゴチになります。あ、てめえひな、お前のもおごってやるとは言ってないぞ。まあまあ、固いこと言わないで。しゃあねえな。一つ貸しだかんな。はいはい。ごちそうさまでした。また後でな。またねー。戻りました。お頭だ。お頭、お会いしたかったですよ。2週間ほどミノに潜伏していろいろ動いていましたからね。さ
すがに疲れましたけど、守備は上々ですよ。しのちゃんに紹介状を書いてもらって西見の三人衆に渡りをつけた後、そこから稲葉山の柱を何本か抜くことに成功しました。これで性能東能双方の調略は十分施したかと。これで熟した柿のように稲葉山城は落ちると思います。あと、ひよずるい。私だってお頭に癒されたいのに抜け駆けするなんてひどい。早く交代はーい。満足です。ではお二人の疲れが癒されたところで情報交換と参りましょう。美の調略に関してはさっき言った通りだよ。尾張の方は何かあった？至って平和と言っても過言ではないでしょう。ただ本日正午より洲俣近辺で織田総揃えの演習を行う予定となっています。みたいだね。美濃の方にも話が聞こえてたし。みんな噂してたよね。尾張の弱兵が演習なんかしたって強くなれないのにとか。まあ尾張って東海一の弱兵って言われてるもんね。髪型の方とためを張るくらいに弱いんじゃないかな。なるほど。キヨ、コロ、帰ってきたばかりで申し訳ないのですが、演習の準備を手伝ってもらえますか？お頭分を補給したから大丈夫。やれるよ。私も大丈夫だよ。では健介様。この調子は登場せよってことのようですね。何かあったのかな？ヒヨとコロのお二人から報告を聞くためでしょうね。